根本的にですよ、そもそも論として、他人のことばかり気にしてるようだと、やっぱりうまくならないのはもう事実だと思います。例えばなんですけど、アニメ習君のね、僕のね、課題の取り組み方とか受講の仕方っていうと、変に僕に気を使いすぎちゃわない方がいいと思いますよという。持ち時間はもちろん、おのおの決まってますから、その範囲内でしたら、ガンガン僕に注文したりとか、もっとこうしてほしい、ああしてほしいとか、なんか質問とか、なんかガンガンこうしていいんですよっていうか、するといいと思いますよと。僕にすごいイージーゲームをさせる必要は、ないです。僕がさしてそっちの方が楽だけど、僕に楽させる必要はないんですよ。自分の、満足のためには、多少人に嫌われてもね、僕に嫌われてもいいじゃないですか。僕は別にそのぐらいで嫌いにはならないですけど、むしろ僕は自分に忠実に、自分の欲望に忠実に表現を追求する人の方が、僕はクリエイターとしては、信用します。はい。ただ人間としてはめんどくさいなと思いますけど、これね、誰にとっていい子かっていうことがとても重要なんですよ。よく良い子悪い子って言うじゃないですか。ほとんどの人はね、これね、他人にとって都合の良い子を良い子だと思ってませんかって話なんですよ。それは、他人にとって良い子かもしれないけれど、自分にとっては悪い子なんですよ。自分にとっては自分のことをどんどんすり減らしていく、自分を消耗させていく、自分にとっては悪い子なんです。自分と他人が両方得するってことはあんまりなくて、皆さん良い子になり果ててませんかってことです。その良い子っていうのは、他人にとって都合の良い子です。はい。綱引きが常に行われているので、僕はね、アニメーター出身なので、すごく分かりやすく言うと、どこまで絵を粘れるかとか、どこまで修正をなぞるかとか、自分の満足を追求しようとすると、得てしてですね、他人に嫌われることもあるし、でもね、ちゃんとした人はですよ、やはりその自分の満足というか、自分の、表現したいことに忠実な人間が、やっぱり最終的に信頼を勝ち取り、最終的にはね、大成していくというか、勝ち上がっていくと、今本当に活躍してる人たちと、いっぱい知り合いになったんですけど、そういう人たちって、やっぱり一筋縄じゃいかない、ちょっと面倒くさい人たちがやっぱ多いです。というのは、他人に都合がいいだけの人間ではなくて、ちゃんと自分の表現したいことに忠実です。そのためにはですね、多少の衝突もやむを得ないぐらいの気骨のある人が結局活躍してると思うよっていうか、そういうこだわりがないと、自分の中でこれどうでもいいやって思ったら、絵なんて本当どこまでもどうでもよくなっちゃうんですよね。でもね、そのどうでもいいやってなんか心が折れた状態だと、やっぱね、いい絵って描けないんだよね。っていうのは、やっぱ絵ってさ、こう自分のこれがいいと思ったこう信じられるものしか、結局、絵にテンションが乗らないんですよね。死んだ絵になっちゃうんですよね。これはいいって思える絵だったら、なんぼでもね、描けるんだけれど、最悪だなとか、ちょっと正直ね、思うと、なんか心をロボットにするしかなくなっちゃって、でこの心をロボットにするっていうのは、結構絵描きにとっては、結構自殺行為なんですよね。心をロボットにすると、つまんない人間になってしまうようにですね、心をロボットにするとつまんない絵しか描けなくなっちゃうのね。いい子でいるっていう習慣がですね、ちょっとみんなにやっぱつきすぎちゃうと、いざ創作という風になった時に、自分を出すのがちょっと苦手な場合、ちょっとね、絵的に魅力が下がっちゃう場合があるんだよね。魅力というか自分の感覚を絵に乗せるためには、なんか圧倒的にまずね、技術が必要なんですよ。たくさん描いたことないと、自分の表現に至らないのね。なんか今、うちの子供なんかピアノの練習でなんか発表会に向けてやってますけど、最初は楽譜を追うので精一杯なわけですよ。でもこれ楽譜を追うのが精一杯じゃなくて、もう楽譜はもう指先がもう覚えましたと。ってなって初めて、その曲の理解だったりとか、曲を表現するっていうところになるわけですよ。ただ人体の比率うまく取れないとか、形がうまく描けないなってやってる時点で、実は、人体をどのように表現するかってところに至らないんですよね。だからたくさん描かないと
表現にならないってことです。書いたことないものとか、どう書いたらいいか分かんないものは、そもそも表現にならないから、まずは正しい形、誰が見てもそれと見えるような形っていうのを、しっかりとまず書けるようになってから、それをたくさん書いてから、このキャラクターをこういうふうにね、書いたらより魅力的になるなっていう余裕が生まれるわけじゃないですか。確かな技術があって、初めて絵というのは表現になるということですよね。で、その時にね、同時に必要なのが、自分の心の持ちようっていうのかな。線ってやっぱね、もう、その人の、気分っていうのかな、メンタルがそのままめちゃくちゃ出るんですよ。やっぱ人の目気にしてたら、やっぱりちょっと半減するんだよね。他人からどう見られるかっていうのは、表現をする上で大事なんですけど、それはあくまで、ある程度自分を満足させられるというか、自分に納得させられるラインにまで、かけて初めて、次に人に見せようかというようなラインに乗ると思うんですよ。だから自分の中で曖昧だったりとか、よくわかんないとか、確信がないものっていうものをね、ちょっと人に見せるって結構ね、しんどいかなっていう気がしますよね。これだけは言えるのは、特に自分が初心者の時期っていうのかな、に関しては、ずっと前にね、絵描き赤ちゃんっていう話をね、僕ね、してたと思うんですよ。赤ちゃんにね、しつけとかさ、厳しい説教とかしても意味ないでしょ。もうただひたすら赤ちゃんっていうのは可愛がるしかないですよね。で、それと同じように、初心者においては、絵描き赤ちゃんなわけですよ。厳しい負荷を加えるっていうのは、そもそも無理なんですよね。初心者は、やっぱり自分の、それこそ自己満足に、一旦ですね、全振りした方がいいです。特にね、結構厄介なのがね、家族とか知人とかが自分の絵とかバカにしてくる場合あるじゃないですか。全然描けない時期とか。ね、それはね、無視した方がいいですよね。ただこれもね、気持ちの問題とかメンタルって結構ね、体の問題というか体力の問題結構でかいんですよ。だから自分が体力もないし、不健康でいると、そういう他人というか、外部からのディスっていうのかな、に、すごい敏感になってしまう場合があるのね。自分の表現にまず甘く、そして、他人の、評価は気にせず、人と比べない。もう人と比べちゃダメ。だって、その比べる相手ほとんど自分よりもたくさん書いてんだよね。例えば、レベル10の人がレベル40の人と比較しないじゃないですか。だってレベル40になるためには経験値、すごい積まなきゃいけない経験値っていうのは、現実的にその、プレイ時間だよね。プレイ時間が長くないとレベル40にならないでしょ。でもレベル10の人がレベル40の人と比較してどうするんですか。プレイ時間が違うんだからしょうがないじゃんってしか言いようないよ。もちろん持ってるアイテムも違うし、今日書き始めた人がね、レベル40の、ね、人の、iPad いいなとかね、それはレベル40でしょ。だってその人いきなり最初からそうだったわけじゃないからさ、ね、いろんな紆余曲折があってそれになってるわけですから、その100万の全部セット買わないと俺はダメなんだみたいなさ、最初はね、ヒノキの棒でいこう。紙と鉛筆だ。そう、紙と鉛筆とスマホがあれば、最低どうにかなる。もうほんと最初は最低の、なんていうのかな、最低限な装備で、まずできるところまでやりましょう。戦えるモンスターまで戦って、そしたら、それで結構もうやり尽くしたなとか、もうちょっとさすがにこれスペックきついなと思ったら次のステージに行くと。っていう風にしてやっていくのがね、やっぱいいと思います。だから変にその他人と比較しすぎたりとかしない方がいいと思いますよ、そういう意味では。